はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、世界最大のテックイベント CES2025 のモビリティ編、これをですね、現地レポートしていきたいと思っています。CES 皆さんご存知でしょうかね。規模としてはですね、だいたい4000社以上の、企業ですね、世界中から出展して、でそれから300を超えるセッションが行われるんですね。で毎年ですね、約160カ国以上から、参加するっていうですね、もう本当にイベントとしては巨大なイベントなんですよ。で CES っていうともともとはですね、家電市だったんですね。だから冷蔵庫だったりとかね、コピー機とかね、そういった家電なんかを展示してたんですけども、で企業としてはね、そのマーケティング的にも売上的にもですね、ここで目立つことによってですね、とっても優位に立てるわけですよね。でここ最近ではですね、車関連がかなり多く出展しています。やっぱり車もですね、もう今や家電化してきてますからね。でそれから、サステナビリティ、そして、ロボティクス、それからヘルスケアとかね、もちろん一般家電も出るんですけど、僕自身はですね、ここに来たのが2年ぶりなんですね。だから2年前に来た時っていうのはもっとね、メタバースとかね、あとはブロックチェーン技術とかね、そういったセッションすごい多かったんですけど、今年はね、かなりそこら辺は影を潜めてる感じがしますね。で CES の日程としてはですね、メディア向けが1月6日で、その後、ビジネス向けがですね1月7日から1月9日の3日間っていう感じになってますね。で場所はラスベガスのコンベンションセンターが中心となって、あとはストリップにあるホテルですかね、ベネチアンとかアリアとか、そこら辺で行われるっていう感じになっています。で CS っていうと毎年ねテーマがあるんですよ。キャッチフレーズみたいなやつですね。で2025年今年は何だったのかっていうとね、ダイブインですね。これ日本語にすると飛び込もうですね。でニュースにもなったですね、NVIDIA の話なんかもあるんですけど、今日はですね、モビリティについてのレポートをしてみようと思っています。でまず会場に入って、第一印象なんですけど、人の数が半端ないものすごい数ですよ。2年前に来た時はそこまでじゃなかったと思うんですけど、すごいですね今年は。もう世界中からメディアとかね、業界人が訪れてて、もういろんな言語がね飛び交ってました。もうアジア人、ヨーロッパ人、アメリカ人、もう関係ないですね。日本人もかなりいた印象でしたね。で昨日今日とね、僕はモビリティの出店ブース行ったんですけど、開くのが10時なんですよ。で10時に開門になるんですけど、その開門のこの目の前でね、ものすごい人の数が輪になるんですよね。で10時に入ってね、わーっとその出店ブースに入っていくんですけど、まずびっくりしたのはね、フロント、その一番最初の出店ブース、どこの企業だと思いますか？ LG ですよ韓国のね家電メーカーあるじゃないですか、 LG。 僕ねそれ見てLG？ もうここモビリティ会場だよねと、僕一回間違えたと思ったんですよね。あれ、ここって家電ブースだったっけなってちょっと思ったぐらい、モビリティブースに LG が入ってるっていうのがね、かなりびっくりしたんですけども、でしかもね、そのコンセプトカーの骨格みたいなのがね置いてありました。かなり奇抜なんですけど、すごいねかっこいいデザインで、LG ってデザインがいいですよね、家電なんか見ても。だからね、本当に家電メーカー、LG に限らずね、家電メーカーがこれから車業界にやっぱり参入してくるっていう波はあるんじゃないかなと思いますね。かなりそこもね、いろんなメディアから注目されてましたね。でそれからあとホンダね、ホンダのゼロっていうね、クーペと SUV のモデルがあるんですけども、それの電気自動車を出すっていうんで、それのね、発表もありましたね。すんごい斬新なデザインで、クーペの方なんかね、なんかもうほんとスポーツカー、昔のスポーツカーみたいな感じで、ランボルギーニのカウンタックとかね、ああいったものを意識してるような感じのデザインでかなりかっこいいですね。値段とかね、スペックとかはまだ出てませんでした。それからこれもニュースになってましたね。ソニーホンダモビリティというね、ソニーとホンダの合弁会社で出すアフィーラっていう車ですね。それのアフィーラ1っていう車の発表がありましたね。でついにね予約が開始されたということで、これもねすごい注目度が高くて、僕もプレスリリー
スに参加したんですけども、すんごいやっぱ世界中のメディアの方が押し寄せてましたね。で、ソニーの方もね、ソニーアメリカの社長さんが実際にね講演したりとかしてました。で、価格としてはね89,900ドルからというね価格になってましたね。あとねG カー、これね Z カーっていうんですけども、 ZEEKR っていうねメーカー、これもね中国の新興 EV メーカーですね。ここが結構大きなブースで車並べてやってましたね。で Z カーはねまだアメリカにはないんですけど、日本ではね2025年に発売するっていうことでした。でそこの担当の方にも聞いたんですけど、アメリカではまだ検討中で、実際ねこの CES に出してみて、いろんな人の反応を見てからっていうふうにおっしゃってましたね。で余談なんですけど、やっぱりねこういう新しい EV 車、EV メーカーとか EV 車出てくると、どうしてもねやっぱテスラと比べちゃいますよね。もうねここまで来ると完全にやっぱテスラって基準になってるなと思うんですよ。例えばさっきのホンダのねアフィーラ、これ89,900ドルなんですけど、テスラだったら同じぐらいの車格のねモデル3っていう車があるんですけどね、これが4万ドルちょっとなんですよ。これ別にいい悪いじゃないんですけど、テスラが4万ドルちょっとで買えて、でホンダのアフィーラが89,900ドル、その差額が5万ドルぐらいあるわけじゃないですか。でこの5万ドルの差を埋めるのは何かなっていうのをねやっぱり考えるんですよね。そういった意味ではねやっぱテスラってすごいですよね。やっぱね先行者利益かなり取ってるなと、やっぱり基準になるっていうのはねすごく強いですよね、やっぱりね。なのでこれ別に多分僕だけじゃなくていろんな人、業界人からすると、やっぱりこれから新しい新興メーカーEV 車とかねできた時に、やっぱりどうしたってテスラと比べられるんだろうなというふうに思いました。はい。それからね意外とこれすごい注目度高かったんですけど、スズキのブース、スズキってあるじゃないですか、日本で軽自動車とかありますよね。ブースがあったんですよ。で特にねそのスズキの車を並べてるわけじゃなくて、無人タクシーが置いてあったんですよね。で話を聞いていくとね、公共交通に参入するって言ってました。無人タクシーで。でどこでやるんですかって言ったら、シリコンバレー、サンノゼとかね辺のグーグルとかアップルとかエリアあるじゃないですか。あそこでね公共交通やるらしいですよ。でシリコンバレーからサンノゼ空港までをねその無人タクシーでつなぐんですって。で無人タクシーって言ってももうねルートは決まってて、もうピストンでね人を運ぶっていうことを言ってましたね。でもう実際にこれサンノゼ市とコントラクト結んでて、2026年に開通させるらしいですよ。すごいですよね。いやだからねやっぱり日本のメーカーがやっぱりこういう風に活躍するっていうのはね、もう素直に嬉しいですよね。やっぱりね最近は韓国メーカーとかね中国メーカーとかそういったところがどんどん出てきてるけど、で少しずつねやっぱり日本メーカーの影が薄くなってきてるというところはあったんですけど、やっぱりスズキとかね得意な軽自動車ではないけども、それ以外の部分でね、国のためになる事業ビジネスをしてるっていうのはねやっぱり素晴らしいなというふうに素直に思いました。あとね結構今年の出展ブースで気になったのは、コックピット周りのねモニターとかを開発してる会社が多かったですね。やっぱりコックピット周りってなんていうんですかね、電子モニターなんでやっぱり差別化できるんですよね。結構球体型にしたりとかね、すんごい綺麗なデザインにしたりとかね、あとはタッチパネルとかでね左から右に直感的にね動かせるようなモニターだったりとか、ああいったものをね開発しているところが多かったです。どうするんですかね彼らは。あれをもしかしたらメーカーに卸していくのか、そういったところを狙っているのか、またはアフターマーケットパーツとしてね販売していくのかっていうところ、どういうふうに考えているのかちょっとわからないんですけども、結構ねコックピット周りの、メーカーというのが多かったなと思いましたね。あとはねとにかく AI、もうねどこのブースに行ってもどこのセッション聞いてもとにかく AI ですね。AI でどんなユーザー体験を起こすのか、社内空間を AI 使ってどう快適にするのか、AI をどう自動運転に活用するのか、これをねやっぱみんな考えてる。
これまでの、メカニカルからねやっぱデジタルに変わっていく中で、もうメーカー、企業にしてみたらね千載一遇のチャンスなんでね、もうみんなここをどうにかしようっていうふうに考えてますよね。でメカニカルだとね、どうしたってそのパワートレインが、エンジンとかトランスミッションだからね、どうしたってやっぱり開発コストがかかるんですよね。で開発コストかかるってことはすなわち参入コストが高いっていうことだから、これまでっていうのはねなかなかやっぱ入ってくることはできなかったんですよね。でこれが電動化、つまりデジタル化することによってもういきなり土俵が変わっちゃったんですよね。言ってみれば昔ね電話固定、よくね例えられるけど、その固定電話とかあったじゃないですかね。固定電話から一気にスマホになったっていう、そういった流れが今車業界にも起こってるんですよね。だからそのいろんなねエンジンとかトランスミッションとかそういうメカニカルはもう正直言って分かんないけど、電気だったら得意だよ、センサーだったら得意だよ、カメラだったら得意だよ、そういったメーカーがねどんどん参入してきてますよね。だから自分たちも業界の第一線にいる企業としてはですね、もう本当に特等席で見れてるなという、すごい本当に、時代の流れ、ちょうどねこう車業界ね200年に一度の革命期っていうふうに言われてますけども、そういったところを目の当たりにしてる、だからすごいねこれからもやっぱ目が離せない分野だなというふうに思っています。で個人的な感想なんですけど、もうねこの電動化の波と AI とかのデジタル化、それから自動運転の波ですよね。これはねもう止められないだろうなと思いますね。一部のねニュースとかだともう EV 車の販売失速とかね、テスラの売り上げ下がったとか、いろんなこと言われているけど、それっていうのはねあくまでもやっぱりその表面的なものであって、その水面下ではねもうどんどん進化してますね。だからこれらのデジタル化の波っていうのはねもう止められないだろうなっていうふうには、やっぱり今回ねその CES のイベントに来てみてさらにね思いました。で我々エコドライブはですね、メーカーじゃないんですけど、言ってみれば流通業なんですよね。販売とかレンタカーとかリースしてる流通業なんですけども、やっぱり我々もそのメーカーとは違う視点でその AI の活用っていうのはねもっと違う角度から考えていかなきゃいけないなと思いました。これまではねやっぱり、カスタマーサポートを AI エージェントを使ってやってもらえれば、人件費が浮くとかね、消費者にとっても、24時間アクセスできるから楽だよなとか考えてたんですけど、もうねそういう次元の話じゃなくて、そういった表面的なことではなくって、もっとね違う側面で考えていかないといけないなというふうに思いましたね。具体的にはね、まずうちの会社が目指していること、目標にしていること、ビジョン、そういったところがあるじゃないですか。であとは自分の今の現在地がありますよね。でその現在地とそのビジョンとの距離感っていうのがやっぱり問題点なわけで、その問題点が一体何なのかっていうのをやっぱり洗い直す。そしてその洗い直した問題点を AI を使ったら解決できるのかできないのか、ここをねやっぱりちゃんと考えなきゃいけないなっていうふうに思いましたね。そこについて考えてたら、やっぱねイーロン・マスクの生産効率を向上させるためのアプローチっていうのがねある、有名な話があるんですけど、それをねちょっとね思い出したので、せっかくなんでねここで共有したいと思うんですけど、5ステップ、5つのステップがあるんですね。で1つ目がねフローの洗い出しで、2つ目が無駄を削除で、3つ目が無駄を削除して残ったものを簡素化して最適化する。で4つ目がスピードアップを図る。で5つ目に自動化なんですよ。そう自動化って実は最後の最後なんですよね。これね結構みんなやっちゃう、うちの会社もそうなんですけども、やっちゃうのは最初に自動化考えちゃうんですよね。だからアップになってしまうっていうのがあるんですけども、イーロン・マスク曰く何でもかんでもね自動化から考えるんではなくって、やっぱりその洗い出しをしてまず無駄を削る、これを先にやろうと。無駄を先に削って、それからシンプルにして最適化する。でそれがこれまで以上のスピードで回ることが確認できてから最後に自動化
それがねイーロン・マスクの考え方、生産効率を上げるための考え方っていうふうにおっしゃっていました。というわけでですね、世界最大テックイベント CES2025 現地レポート、モビリティ編という形でですねお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。明日以降はですね家電ブースの方もね回っていきたいと思ってるので、こちらもねレポートしてみたいと思ってますので楽しみにしていてください。